こんにちは。大学の社員です。今回はこの床を張るまでにね、この2軒のカモの真ん中にね、1本ずつ柱を立てて、そしてこの入り口の敷を2本入れていきます。このお宅は昔の間取りですね。部屋が4部屋、田の字、縦具でつながっている。正直真ん中に壁が一つもありません。全部部屋の間仕切りに縦具が立ってます。今度は2軒の縦具4本入ってるとこを半分だけ壁にします。もうそうしないとね、テレビを置く、差し込みする、スイッチする言うてもね、縦具ばっかでは開けた時はもう大広間になりますけどね、この頃大広間で使えませんから、真ん中に柱を立てて使いやすいようにやり替えます。柱2本と敷2本ですね。それを加工していきます。材料は両方ともヒノキで4寸角、敷は2寸の4寸。それを作業場で削って調子上げまでかけて現場へ持ってきます。で、真ん中にヒノキの4寸角を立てます。それで2軒の真ん中を受けてやって、そして敷だけはね、最初これ残すとか言ってましたけどね、2軒の入り口が半分になるんですから、やっぱこの作り替えでね、新しく入れ替えていきます。黄色でわかるか。床はね、今度水平に直しましたから、最初に言ったように20ミリぐらいこっちで下がってたんですね。通し柱が下がった、この石が下がったってことですね。独立基礎のもう一番悪いところやね、下がったのに上の胴立ちも下がったんですね。ここで2センチやったらこれ1センチなんですよね。半分ですから、こんだけあるってことは、これにまだ真ん中で下がってしまったよね。でこれをジャッキで上げても無理がかかってきますから、上はこの状態で、建物はこのカモイだけを上切ってね、柱下げるときにこう幾分このカモイを上げてやります。蹴って蹴って蹴って、これだんだんこう下がってくるんだよね。年々下がってきたんですよね。ですからこの形って見えるんですよね。あ、上の黒い部分。それを蹴って蹴って蹴ってもうなくなってますよね。だからこれのしわ寄せがこの縦具を見越して見越して見越して、なんとか動くようにして生活をしてたってことだよね。こういうケースはようある？あります。癖のついた木を使うとよかったんですけどね、素直な木を使いすぎたんで、同じ木柄あってもこの下がってるよね。それでは柱を立ててきます。その前にね、縦具外して2軒の敷も外して、で下がったこのカモイをね、ジャッキアップします。欄間と壁がついてるんですけどね、そう重くないと思うんです。上の2階持ちはね、下がってますけど、50年間松が硬くなってるんで、これ以上下がることはないと思います。これは釣り塚って2階持ちからハモイを釣ってる塚なんです。ですから釣り塚ってもともと言うんですけども、ジャッキを少しだけ貸してハモイを上げる分だけ釣り塚の頭を切ってやります。壁の量が少なかったんでね、思ったより簡単に上がってくれました。ですから左はカモイ下がってるんですけどね、右側一軒だけを入り口として使うんで、やっぱしこのカモイも水平に折ってほしいんで、正規の高さまで上げてしまいます。柱を立てる仕事はね、溝の真ん中だけ書いてあって、それをカモイの中にほどとして柱を伸ばします。で下は芋付けですね。ただ切るだけでこの床の上から立てていきます。
このお宅の座敷の鴨居は今まで見たことないほど大きな鴨居が入ってます。というのは幅が4寸7分も8分もあるんですね。これに合わせてこの柱立てよう思うと4寸7分角なんてなかなかありませんしね。畳の関係もあったんでね、座敷側内側を揃えて建てたっていうことですね。ですから鴨居の真ん中に柱が立ったわけではないんです。では柱を垂れていきます。このように斜めに持っていく場合はね、ジャッキが上がる限り少し余裕を持って上げておきます。そうでないとね、ギリギリの高さで斜めに持ってきますともう鴨居が傷だらけになります。柱の小口も傷つきますから、立ててからまたジャッキを下ろしてやって正規の高さで収めてやります。釣り塚を切った部分にはね、しっかりとした接合金物をつけてやります。柱を止めるニートよりはとビスの数が多いですからね、丈夫な金物です。そして入り口部分にね、一間の敷を入れてきます。この一間の敷はね、芯に入るわけではなくて畳の面から入れます。そして建具が立つ部分にはね、薄いレールを打ちます。そのことでね、今度張る床と敷との取り合いがね、と楽になります。敷を止める時でもね、畳下の床が下がってますからね、水平にまっすぐなってないとね、建具動きませんから、畳と少し段はつくんですけどね、バッキンで調整してね、妥協できる範囲の水平度少し加減するってことですよね。何もかも水平ってわけにもいかないんですね。上刃にレールを打ちますから、上刃から直接ビスが揉める、それが楽だったですね。これで座敷の方のね、柱と敷はできましたね。隣のキッチンの方もね、同じ形の柱を垂れたんですけどね、こちらは鴨居も下がってませんし、床も下がってませんしね、楽でしたね。まず全体の割り付けをします。部屋の端から端まで2軒ですから1枚で届くんですけどね、割りが玄関先までずっとつながっていくってことなんですよ。ですからちょっと保険はかけるんですけどね、どんだけ伸びるかどんだけ縮むかね、ちょっと不安なんですけど、張ってくのは家の端からは張りません。3尺来たとこから張ってきます。っていうのは一番端から来ますとね、真ん中の土壁があって一見に切れてまうんですね。これをいくら勘定して一軒門から張っても二軒門に来た時になかなか段がついてしまうんですね。ですから二軒門で通るとこでまず1枚張ります。
そして最初の三尺部分を逆張りで貼ってきます。メンタの方にビスを揉むようになります。しっかり踏むとこはね、逆張りしますとどうしてもこのイカはなりはしますけども、押し入れとクローゼットですからね、逆に貼っても大丈夫です。今回のイカは 30mm の杉のネダレスです。ですから断熱材は入れません。 30mm の杉板使いますと断熱材はいらないくらいあったかいです。これがまたヒノキのネダレスですとね、ちょっと話は変わってくるんですけど、杉はあったかいですね。ただ色合いがね好き嫌いあって、ヒノキは好きやっていう人は結構多いんですけどね、杉は杉なりにもういいとこいっぱいあります。床下点検口はテーブルの下に作ります。アルミの枠もしないでね、椅子が引っかからないように板を切っただけでスッと置いておきます。床に穴開ける切り久しぶりに使いましたね。この頃はもう水道屋さんがね後から開けてくれるんでね、本当に久々の穴開けですね。これでね、柱2本垂れて敷きを入れて床を張りました。柱を2軒の真ん中に立てることでね、家も丈夫になりました。以上、大学の試合でした。